パイロットが全員気絶した後も、飛行機は目的地上空まで自動操縦で行き、その後燃料切れにより墜落したヘリオス航空522便の事例をお伝えします。ヘリオス航空522便は、キプロス・ラナルカ国際空港からギリシャ・アテネ国際空港へ向かう飛行機でした。この時の機長は約1万7000時間の飛行経験があるベテラン機長でした。この日も、いつものように、機長と副操縦士は飛行機の点検を行い、ラナルカ国際空港を離陸しました。Helios 522, runway 04, cleared for takeoff. Helios 522, cleared for takeoff runway 04. その後、ヘリオス航空522便は34000フィートまで上昇します。Helios 522, climb and maintain, flight level 340. 上昇中に突然コックピット内に警報が鳴りました。Is this takeoff warning? パイロットたちはテイクオフウォーニングが鳴ったことを不自然に思いました。なぜならテイクオフウォーニングは離陸時のみに作動する警報だったからです。その後も機体は上昇を続けながら、パイロットはヘリオス航空の整備部門にテイクオフウォーニングが鳴り続けていることを告げました。しかし、おそらくこの時はすでにパイロットは低酸素症の症状が始まっており、ヘリオス航空の整備士が言っていることがよく分かっていないようでした。その後、機体は34000フィートに達しました。Helios 522, contact 125.55. Helios 522, contact 125.55. Helios 522, how do you read? Helios 522, can you hear me? 管制官は何度もヘリオス航空522便に対して呼びかけを行いましたが、応答はありませんでした。その後も沈黙のままヘリオス航空522便は飛行を続け、アテネ上空に着きました。アテネ上空で機体はホールディングを開始し、上空でぐるぐると旋回を始めました。沈黙を保った機体に対してギリシャ政府はテロを警戒し、戦闘機を2機追跡するように命令しました。戦闘機はヘリオス航空522便に追いつき、窓から内部を確認しました。戦闘機の確認によると、客室内には酸素マスクが降りており、乗客は全く動いていないようでした。操縦室には副操縦士が倒れているのを確認しました。すると一人の男性客室乗務員がコックピットに入ってくるのを確認しました。男性は飛行機を回復させようとしていたようでしたが、飛行機のコントロールが戻ることはなく、離陸から約3時間後、燃料が枯渇したヘリオス航空522便はアテネ付近の山に墜落をしました。この事故により乗員乗客121名が亡くなりました。なぜヘリオス航空522便は墜落してしまったのでしょうか。直接の墜落の原因は燃料切れによるものでした。しかし、それ以前になぜパイロットは気絶をしてしまったのでしょうか。実は離陸前、飛行機の与圧システムの点検のため、エンジニアによって与圧装置がマニュアルになっていたのです。ボーイング737では与圧システムはオートとマニュアルが選択できるようになっています。マニュアルとはパイロットが逐一気圧の制御を手動で行うことです。しかし通常はオートで離陸することがほとんどで、マニュアルにすることはありません。離陸前、離陸後にもチェックリストによって与圧システムが作動していることは必ず確認しなければなりませんでした。ですが、パイロットは与圧システムがマニュアルになっていることの確認漏れをしてしまっていたのです。しかし、まだ事故を防ぐ手段はありました。それは上昇中にコックピットに鳴り響いたテイクオフウォーニングです。実は、与圧システムの不具合を示す警報とテイクオフウォーニングの音が同じ音だったのです。そのため、パイロットはテイクオフウォーニングが誤作動で鳴ってしまったと勘違いをしてしまったのです。この時、警報通りに急減圧の対処を行っていれば事故を防ぐことができたでしょう。たったのスイッチのポジションが一つ間違っていたこと、そしてそれを防ぐ手段はいくつかあったものの、全てをすり抜けて事故は起きてしまいました。
おそらくパイロットは、スイッチがマニュアルになっていることはない、与圧システムが壊れるわけがない、と思い込んでしまっていたのでしょう。すべての仕事において、思い込みは禁物です。特に人の命を預かる仕事は、必ず手順通りに、確認をしながら慎重な操作を求められることがいかに大切かを、この事故から学ぶことができます。与圧システムの不具合による、急減圧に関しては、他の関連動画に詳しく説明を挙げていますのでご覧ください。